バキッ、鈍い音が耳に響く。心臓が早金を打つ。なんだか嫌な予感がした。音のする方に耳と足を向ける。人のうめき声が聞こえた。間違いないと思う。曲がり角から恐る恐る覗き込むと、一人の青年が体を丸めていた。周囲には数人の大学生らしき青年。集団で殴る蹴るをしている。通報するか？いや、けど今すぐ助けないとまずい。俺は息を吸い込んだ。怖かったし、心臓が爆発しそうだった。けれど放っておくことはやっぱりできなかった。俺の名前は伊沢祐介。ごくごく普通のサラリーマンだ。趣味は土いじりで、うちのベランダには野菜やハーブが生い茂っている。その日も俺は近所のホームセンターにハーブの苗を買いに行っていた。もう日が長くなってきたな、なんて思いつつ、真剣に苗を選んでいたら帰りが遅くなってしまった。日も暮れた中を少し早足に帰っていたところ、俺は事件に遭遇したのだった。やめないか。大きな声を出すと、暴力を振るっていた大学生たちは一瞬固まった。けれど俺が一人であることに気づくと、また青年を蹴り始めた。やめなさい。警察は呼んである。すぐに救急車も来る。どうしてこんなことをしてるんだ。俺はそう言いながら中央で蹴られている青年をかばう。よく見ると青年はとても細身で髪が金髪だった。どうやら彼はヤンキーらしい。君大丈夫か？俺が聞くとヤンキーはとうめく。顔にも数箇所傷がある。体にはもっとあざや打撲などがあるのだろうと思った。喧嘩か？それにしたってこんな多勢に無勢なのはおかしいだろう。大学生集団に尋ねると、その中の一人が鼻白んだ。はあ、喧嘩なんかじゃねえし。喧嘩じゃない？このヤンキーが絡んだから抵抗してやりすぎてしまったのかと思ったけれど、違ったのか。無価値だろ、今時ヤンキーなんて。だからせめて俺らのストレス解消の役に立ってもらおうと思ってさ。なんだって？俺は絶句した。大学生集団は5人ほどいる。ただむしゃくしゃしたという理由で何もしていないこのひ弱そうなヤンキーの子に暴行していたのか。唖然としていると、その中の一人が足元から何かを拾い上げた。それは俺の社員証だった。彼はそれを見てにやりと笑っていった。助けるの普通逆だろ。見た目でどっちが無価値か理解できないとかさ。お前マジで覚悟しとけよ。彼はそう言って社員証を俺に投げてきた。覚悟しとけってどういう意味なのだろう。その時サイレンの音がした。やべえ、行くぞ。彼らは雲の子を散らしたようにその場を離れていった。君大丈夫か？喋れるか？俺はヤンキーの子に話しかけた。彼はと小さくうめくばかり。俺は慌てて救急車を呼ぶ。さっきのサイレンは実はただ近くを通っただけの別の救急車だった。俺はとっさに飛び出していたから助けを呼べていなかったのだ。はったりで警察を呼んだなんて言ってみたけれど、心では冷や汗をかいていた。
危なかった。俺は改めて来てくれた救急隊員と警察にあらかたの事情を説明。帰宅できたのは日がとっぷり暮れて深夜になってからだった。数日後、俺は社長室に呼ばれていた。失礼します。社長が一社員を呼び出すなんてあまりないことだったから俺は緊張していた。何かやらかしたかな。やらかしたにしたって普通なら俺の上司が俺に言ってくるはずだ。相当やばい何かがあったのだろうか。そんな焦りを抱えつつ俺は社長室に入る。そこには一人の青年がいた。お久しぶりです。俺は絶句していた。彼はあの時の大学生のうちの一人だった。ニヤニヤと笑って俺を見ている。首。彼は俺を指さして言った。俺は呆然としてしまう。まさか父さんの会社の社員だとは思わなかったよ。にしたって人を見る目なさすぎだろ。無能なあんたはクビだ。驚いた。彼は社長のご子息だったのだ。俺はとっさに何と言っていいか分からず黙ってしまった。視線を社長に送る。社長は何か考えるように静かだった。分かりました。俺はあの時の判断が間違っていたとは今でも思っていない。寄ってたかって一人の細い青年を殴ったり蹴ったりしていた大学生たちが正しいなんて1ミリも思わなかった。それを無能と呼ばれるなら、それがこの会社のトップとして正しいことだと考える社長になどついていきたいと思わない。失礼します。俺は二人に背を向けて社長室を出て行こうとした。そこへ秘書さんが俺と入れ違いに戻ってくる。社長。秘書さんは社長に耳打ちした。それを聞いた社長の顔がだんだんと赤くなっていく。低く血を這うように低い声で何かを言う社長。ご子息は聞き返す。パン。ご子息の頬を叩いた。俺は驚いて固まってしまう。うちの優秀な社員をクビになどするかバカ者。彼が助けた青年の何がお前にわかるんだ。まだ状況がよく理解できていないご子息と俺。けれど社長が怒っていることだけは明確だった。水を打ったように浸透してしまった室内にノックの音が聞こえる。失礼します。扉を開けて入ってきたのはあの時のヤンキー青年だった。ね、お前。ご子息が青年に向かってつかつかと歩いてくる。ここはお前みたいなやつが来るとこじゃないんだよ。てへんやら、とっとと出てけ。ひろき。父さん大丈夫だよ。こいつは今俺がつまみ出すから。ひろき、いい加減にしなさい。彼はうちの作家さんだ。彼の絵本を知らないか。今うちで一番の売れ筋なんだぞ。おいい。私はお前の育て方を間違ったらしい。今日は帰りなさい。待てよ父さん、どういうこと？話は帰ってからしよう。今私は伊沢くんにお礼を言わなければいけない。いいから今は帰れ。これ以上私に恥をかかせるな。怒鳴る社長にご子息は縮み上がった。わかった。そう言って
そそくさと社長室を出ていく。社長はそれを見届けると、改めて俺に向き直った。伊沢君、改めて本当にありがとう。俺ですか？政子君が暴漢に襲われたのを助けたと聞いた。伊沢君がいなければ危なかったと思う。本当にありがとうございました。か細い声でお礼を言われた。振り向くと、あの時の青年があざの残る痛々しい顔で微笑んでいた。うちの作家さんだったんですね。はい、高校の時に入選して書かせてもらっています。ありがとうございます。俺は人事部のスタッフだから彼のことは詳しくは知らなかったけれど、たまに会社にも来てくれていたらしい。あのまま暴行され続けていたら利き手を怪我してしまっていたかもしれませんでした。助けてくださって本当にありがとうございます。感謝しています。彼はその金髪に似合わない丁寧さで頭を下げた。ヤンキーだからってひどい目に遭いましたね。別に喧嘩を仕掛けたわけじゃないのに。これ地毛なんです。え？変ですよね。顔は普通の日本人なのに。政子さんはそう言って苦笑した。彼は自分の出自を知らないそうだ。孤児院で育ってどうにか自活したいと思って好きだった絵に自分なりの物語をつけて描いてみたそうだ。こっそり SNS でそれを発信してみたところ、淡い色合いの絵に子供向けとも大人向けとも取れる寂しさを含んだストーリーが受けた。彼は読んだ人の温かいコメントに勇気づけられて絵本の賞に応募したそうだ。結果その作品が入選して、今彼はうちで絵本作家として絵本を描いてくれている。政子さんがすごいのはその絵本が大人にも読まれていることだ。確かにうちの編集部が大人も読みたい絵本という特集を組んでいた。あの作家さんだったとは。お礼が言えてよかったです。本当に感謝しています。政子さんはそう言ってもう一度頭を下げた。俺は思わず恐縮してしまった。そんな当然のことをしただけです。そういう俺に彼はにっこりと笑ってまた頭を下げたのだった。秘書さんが政子さんを連れて帰った後、俺と社長だけが社長室に残った。本当にすまなかった。少し疲れた声で社長に言われた。なんだか今日は頭を下げられてばっかりだ。私がヒロキの育て方を間違ったんだ。苦しそうに言う社長になんだか俺の胸は痛んだ。何かあったんですか？あの子が中学生の時に妻が、ヒロキの母親が亡くなったんだ。もともと体が弱くて、彼女にしてみたら長く生きた方だった。誰も悪くないし、彼女は自分の寿命を全うしたと思っている。けれど、ヒロキはそうは思わなかった。自分がダメだから母親が死んでしまったと思ったんだ。そんな。昔は本当に優しい子だった。虫を捕まえてもみんなと一緒の方が幸せだと思うと言って逃がしてあげるような子だったんだ。けれど母親が亡くなって多分精神的に参ってしまったんだろう。しばらく学校も休んでいた。恥ずかしいことに私も妻のことから逃れるように、忘れるように仕事にのめり込んでしまった。あの子は家でたった一人で寂しさを抱えてしまったんだ。
気の毒でしたね。ある日、もう大丈夫。僕は強くなる。強くなって、もう何もなくさないようになるんだ。そう言って、ひろきは学校に行き始めた。私は安心したよ。やっと元気になってくれたんだと。けど、無理をしていたんですね。今、話を聞いた君でもわかることが、当時の私には分かってあげられなかった。あの子は歪んでいってしまった。自分より弱い人間を見て、弱い者いじめをして、安心するようになってしまった。そして、今回のことが起きたんだ。社長、俺は一社員ですし、社長のご家庭のことにあまり口を挟むべきでないことは分かっています。けれど、今ならまだ間に合うと思います。きちんと示してあげてください。ひろきくんの進むべき道を。ありがとう。ひろきのしたことは許されることじゃない。私は息子にきちんと人の道を教えようと思う。このままでは天国で妻に叱られてしまいそうだ。いい奥さんだったんですね。ああ、本当に最高の人だった。彼女の残してくれた宝物を私はずっとないがしろにしていたんだと思い知ったよ。伊沢くん、本当にありがとう。君が止めてくれなかったらもっと大ごとになって取り返しがつかなくなっていたかもしれない。気がつけたなら大丈夫だと思います。息子さん、ちゃんと正しい方向に進めるようになるといいですね。ああ、これからは尽力するよ。社長はそう言って小さく微笑んだ。そこには一人のお父さんが息子を思う笑顔があった。あ、新しい葉っぱが出てる。あの時買ったミントは鉢に植え替えてあった。水をやっていたら新しい葉が出ていたのだ。マサゴさんを助ける時に一度地面に落としてしまってずっと元気がなかったから少し心配していたけれど、これならなんとかなりそうだ。すくすく育てよ。ちょんちょんと葉っぱをつつく。光の差す方に伸びていけよ。爽やかな香りを漂わせながら。心の中でつぶやく俺に返事をするように、ベランダの植物たちが柔らかくそよぐ春の風に揺れた。